れでちゃんと体の真下に足を入れ込むっていうのを1日2日3日です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は皆さんめちゃくちゃ気になってるというか悩んでる方多いと思います、ブレーキのかからない走り方について、三塚コーチに今日も教えていただきたいと思います。ブレーキかかってないつもりの人はい、多分みんなねかかってるないつもりで走ってはいるとは思うんですけど、意外とね、このブレーキがかからなくなった瞬間にこんなに速く走るのって人がね続出すると思います。今日はそのブレーキがかからない走り方についてちょっとお話していこうと思います。お願いします。で走りにブレーキがかかってるデメリットがたくさんあると思うんだけど、どんなことが？もうそれこそやっぱブレーキがかかってるので進みづらい、無駄な力がかかっちゃう、あとじゃあ逆にブレーキかかる時って前ももの筋肉が使いやすいんですよ。それでこうブレーキになる筋肉だったり前ももがすごい太くなったりとか、そういう無駄なところを使ってエネルギーロスが大きいので、スピードが出づらい、いくつももうデメリットだらけなので、それをまあ今日は改善していきたいと思います。でブレーキがかかる走り、じゃあどういう走りなのっていうので、一つあれなんですよ、体の重心の前に設置しちゃってる走り、ちょっとイメージつきますかね？つきます。ここで結構速い選手ってしっかり足は前に出てそのまま戻ってここでついてるじゃないですか、なんですけどブレーキがかかる走りっていうのは足がすぐここでついちゃったりとか、戻せない状態でつく人、重心の前に設置する人がブレーキがかかる走りになります。じゃあこれをどうやって直しましょうかというと、体の真下で設置をしましょうというところで今日はやっていきたいと思います。一言で言うと簡単なんですけどね。これがめちゃくちゃ難しいんですよ、で体の真下に設置するためにじゃあどうするかっていうところなんですけど、2つやり方があります。実は1つ目が、体の真下で作るためにはしっかり足を前から戻さないといけないんですね。これが一番思いつくかなって思うところなんですけど、実はもっと大事なことがあって、しっかり後ろから反発をもらうことなんですよ。地面をうまく蹴れてないと足が前に上がってこないんですよね、そのせいですぐここについちゃう、走りになっちゃうので、今日はメインとしてはこっちですね。足をしっかり地面から反発をもらうっていうところをやっていきたいと思ってます。じゃあまずはそのチェックっていうところで、2つさっき言ったように地面をしっかり反発をもらって足を切り返せてるかっていうところと、足を体の真下に戻せてるかっていうところでやっていきます。まずはじゃあこの足がうまく反発をもらえてるかっていうところでチェックしたいと思います。チェックドキッチェックこれができてる人は、うまくそこの部分は反発はもらえてますよっていうところで、まずはジャンプをしてもらいます。でその状態から前に進みましょう。この時に足の裏が後ろに見えてる人はダメです。ダメです。この時にもうその時点でしっかり地面を蹴れてないことになります。無駄に地面からうまく反発をもらわずに引っかいてる、そうですね、引っかいてる走りになってるので、ここでしっかり地面から反発をもらいながら前に進みます。で足裏を絶対後ろに見せないっていうところがチェックのまずポイントになるので、それをやってみましょう。前に進むと意外と後ろ見やすい人かなり多いです。できるよ。行きましょう。でどんどん前に進んでみましょう。でもちょっと若干ですが大丈夫そうです。だいぶ良くなってるんだよ。私悪い見本じゃなくなってきちゃってごめんなさい。私もさ走り始めた時は、普通にも自分走れてると思ってたんだけど、全然前ももを使いまくってて、フルマラソンの後とかもうなんか前ももがめちゃ疲れちゃうみたいな、疲れててもう3日間立ち上がれないみたいな感じだったの。だからブレーキとかうんぬんって分かんない人ばっかりだと思うんですけど、なんか分かんないで走ってる方が多いと思うのね。なんだろう、走るってやっぱりこうやって走るって思ってる方が多いと思うのよ。地面を蹴ったら進むと思ってる人が多いんですよ。自分の力を使ったら進むと思ってる人が多いんですけど、自分の力を使わない方がもちろん楽に走れてるわけじゃないですか。なので地面に力を加えるんじゃなくて、しっかり上から落ちてこう重力で落ちてくるときにうまく返す、地面でもう一回切るんじゃなくて、上から落としたもののその反発をそのまま返すだけなので、地面で力を加えてるとダメです。でそれでさっきのやった足を後ろに見せちゃってる人は地面で力を加えてる、だから典型例になります。なのでこのまま上から落ちるだけ。頭の感覚でここを掴んじゃなくて、ここを使うっていうこの感覚なんですよね。私も別にまだ上手じゃないんですけど、それをちゃんとできるようになるかです。のでかなり
大事なので大事です。やっていきましょう。ここ使いましょう。ここ。なんか速く走ろうとすると、なんか焦りもあるのか、まあ足が前に出ちゃうっていうのがね、あると思うんだよね。前についたらこの分お得だって思うじゃないですか。思っちゃう。その分力をギュッとかけるし、ここでブレーキかかり続けてるんですよ。ブレーキっていうのがかかっちゃうので、ブレーキの時間が長いんですよね。なのでこれは逆にダメです。なのでしっかり足を反発をうまくもらって前に出して、その余った時間をしっかり体の真下に戻ってくるまで待たないといけないですよ。なんで今ここのしっかり反発をもらって足を前に素早く戻すことで、ここの余裕の時間の幅を持たせているっていうところです。でこう待ちます。なんで、体の前につくのはダメです。足の裏に見えちゃう人はそれを意識してうまく反発をもらえるように脱力して飛びながら前に進めるようにやっていきましょう。ジャンプもね難しいね。でというところで1つ目はこれがチェックプラスちょっとトレーニングのところになります。今は足の反発を持って切り返しまでこう速くしていこうというところでやってるので、この動きをもう1個やっていきます。よくスキップやりますか？スキップやります。スキップやってみてください。ただのスキップ。ただのスキップ。はい。できるよ。はい。ただのスキップ。あ、そうです。あ、そうです。はい。あれ？この前のこの前のスキップね。はい。スキップ。あ、そうです。はい。めっちゃいいです。はい。元から結構スキップがそういうちょっとランニング寄りのスキップだったんですけど、ランニングにおけるちょっとその足の切り返しに効くスキップをちょっとやってみます。はい。こんな感じで足を後ろから膝を持ってきて足の膝の横で止めます。こうすることで後ろからしっかり足を持ってくる動作プラスちょっと誘脚っていう足をこう引き寄せる時の動きのトレーニングになるので、これをちょっとやってみたいと思います。さっきできたのに。さっきできた。カメラない時できてましたけどね。あれやば。あれ？いやでもね。そうです。めっちゃこれ疲れる。お腹がすっごい疲れる。お腹がすっごい。お腹にしっかり力入れる。お腹も使います。一番この筋肉使うトレーニングっていうよりはこれは動きのトレーニングなんですけど、しっかりお腹が使えてるってことは、あともう1個これを大きい動きでもう1個やりたいです。今ちょっとちょこちょこってやったんですけど、これを大きくやりたいですね。でその中でこの使い回しができるのはすごいよくて、大きくこうやってるところからだんだんちっちゃく振れるようになるとよりこう切り返しがうまくできます。こんな簡単に切り替えられるんだ。はい、小さが結構難しい。大きいこうランニング中にいきなりで途中にこれが入れられると多分足の切り返しの速くするっていう意識作り、足をすぐここに引き上げるところでかつ蹴りづらくなるので、足が意識は僕は全部走るときにここの腸腰筋から引っ張ってすぐ切り返して足をここで我慢して設置してお尻で押してでまたこうやってすぐ引き上げてっていうのを意識して全部やってるんですけど、これ意識してる人は全然いない。僕以外あんま聞いたことないです。はい、だから意識全部すると意識して筋肉を動かしたりすると全部効率が悪くなっちゃうんですよね。こう走る時もフォーム意識して走った人と意識せずに走った人は意識せずに走った方がいいんですよ。なんですけどそれが一番その時の最大パフォーマンスだけど、意識してフォームを変えていくことが強くなることにつながるので、練習中は意識して試合の時に無意識でその動きができてればベストの形だと思います。それをなんかさっきの動作はそこも入ってます。乗り込む動作、乗り込まないとこうジャンプうまく飛べないので、こう体が乗り込んでないとこのまま前に進めないんですよ。このまま飛んでてこのまま前に進むんですけど、うまく前に進むためには体がこう乗り込んでいかないといけないんですよ。地面に設置した位置に体が乗り込んでいかないといかないので、これは切り返しもなんですけど体をこう前に乗り込ませる動作、重心の前につくってことはその足を重心の下に持ってくる動作と体をそこに持ってくる2つの動作が必要で、
これを今、先に今乗り込む動作の方を2つやって、今からこう足を次引き下ろす動作を1個やりたいと思います。はい、はい、じゃあ最後足を今こう体が乗り込む方やって切り返して乗り込ませる方やったんですけど、次は足をじゃあ重心の真下に引き寄せる動作、一つだけやりたいと思います。いきますね。見たことある人多い？見たことある。すっごい簡単そうに見えるんだよね。これでちゃんと体の真下に足を入れ込むっていうのを。で皆さん今見て簡単な動きじゃないかと思われた方簡単だと思われた方、はい、結構まあこれでも頑張ってやってる方なんですけど、難しいんだよ意外とさ。足はさまずさ本当そう本当にこうなっちゃうと思うんだよね。足をちょっと振り出し気味ですね、上からこう巻き込んでみてみましょう。足をしっかり一回引き上げて落とします。今はスイさんの場合はこう足を蹴って落とすだったので、しっかり足を上げて落とす、上げて落とす、上げて落とす。しっかり一回ここの位置を作ってから、もも上げの位置を作ってから落としに行きましょう。はい。あ、そうですそうです。こうして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 のリズムよくいきます。はい。あ、そうです。で、まだ今体落としきれてないじゃないですか。体の真下に頑張って落として。やばい。はい。なのでこれを体の真下に落としてこの動きをはめていきましょう。難しいんだよねこれ。そうでしょ。全部やっぱり体の前についてるんですよ。はいはいはい。しっかりここを引き上げて戻すまで。はい。はい。で今回の時に落とす方を意識したいので、結構足上げは自然にやってほしい。うわー。はい。今までのこう積み重ねか。はい。まあ今までのもも上げとかバウンディングとかやってきたじゃないですか。まあそれはここに繋がってもきてるんですけど、まあ今回はちょっと足を引き落とす。引き落とす。めっちゃ簡単に見えるのになこれ難しいんだよな。本当やってるつもりだったになったらやっぱ。あ、そうです。あ、でも大丈夫そうです。はい、それで。あれこれできた。もう情けない情けないこれちょっとちゃんとやってなかった。はい、みんなもできるかなやってみようやってみようこれこんなやっぱ難しかったな。だいぶよくやってきましたね。はい。もう一個。お尻の筋肉を使うと。難しいんですこれ。そうです。お尻の筋肉で軽く引く感覚ですね。ここに足を引き上げたらお尻でグッと引くと、ここを中心に引くと足で勝手にこの動きになるんですよ。これで足を一回伸ばそうと全くしてないんですよね。引き上げてお尻で引くとこうなります。あ、そうです。あ、そうですそうです。最初はそこ片足からでもいいかもしれないです。あ、そうです。あ、今入りました。わかりましたか？わかった。はい、今これが入ってます。ありがとうございます。観客に拍手をいただきました。あ、本当ですか？確かにね。陸上やってる人は体が綺麗だって。ありがとうございます。逆足の横に足がきます。今これです。これです。はい、入ってます。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 はい。あ、で今ちょっと前になったじゃないですか。これでわかります。逆足のちゃんと横に来てるか。みんながこうついてギュニュって持ってきてるので、逆にここに入れるともうすぐポッて出るんですよ。次の足も。違います。ここです。ここです。感覚的にはなんかお尻だけのことを考えてると勝手に後ろに真下に行く感じ。なんでいつもお尻を使いましょうって言ってるのはこういうフォームに勝手になるんですよ。ちゃんとやられると。勝手になるんだね。でもこれで真下に突き続けると体がちょっと前傾かかってるじゃないですか。でずっと進むんですよ。力がうまく加わっていればで大丈夫です。騙されたと思って。やるって一番基本動作じゃないですけど学校に習わないじゃないですか。めっちゃもったいなくないですか？最初に若い段階とかからやっておくのが一番いいですし、今からでも直せることなので理屈が分かればです。これ一番確認しやすいので今。あ、そうです。はい、入ってますね。はい。でそれを両足で。はい。お尻だけを今意識して、お尻意識したらこの動きになりますので、変なこと意識してないですので、それで大丈夫。お尻のことしか今考えてない。でちゃんと入ってきてるので。はい、積みたいと思ってるんだけど、あ、そうです。あ、そうです。はい。はい。あ、そうです。そうです。はい。あ、そうです。そうです。あ、前につきちゃうね。はい、前につきましたね。お尻のことが考えられなくなってくるとダメだ。はい。お尻のことが考えられなくなるけど
今の動作にジャンプがつくとお尻のことが考えられなくなって前に出ちゃうんだな。ランニング中はずっとジャンプ動作に近い動きをしてくれるので、そうだよね。これを走るときにできる回。これはさ、戻ってくること戻ってくるようになったのよ。はい。自然に戻ってくる。軽く動きを取り入れながら。はい。そうです。そうです。だいぶ前ですね。はい。はい。だいぶよかった。それで体も重心も前に持っていけばうまく。はい。だいぶ。でもだいぶ戻ってくるようになってます。最初より全然いいです。最初より全然良くなりました。でも初めてなんかこの動きいつもやってる時に膝下に力抜くのが難しかったんだけど、初めて抜けた感はあった。出力ができるようになると思うので、中心のいい筋肉だけ使って動かせるので、これってこの動作で意識してやるもんじゃなくて、お尻で引くと勝手になるんですよね。はい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 。この意識作りもかなり使えると思います。本当初めてなんかちょっと膝下は強くできたもん。そうですそうです。その感覚で今走ってもらいたいです。走ってもらう。はい。いいですか。ちょっと最後流しみたいになってますけど。はい。これをやったら脱力の感覚で走ってみてください。そうですそうです。押し込みやすくなってると思う。膝下に力が入んないから力が抜けて走れるかもしれない。これは最後反発がもらうっていうのは組み合わさると、もう一個上のいい走りに。いい走りに。はい、ということで、みつかコーチ、今日どうもありがとうございました。ね、簡単な3ステップ。はい、だけどやってみたら意外と難しいステップだったり。はい、やっぱ見る分は簡単なんですけど、やっぱやるのってやっぱ別なので。ぜひ。そこなんだ、やってみて。私以上に慣れた方ぜひです。水彩よりはマシでしたとか。感想欲しいですね、皆さんの。水彩よりできませんでした。それだけ安心しますので。私がおかしいわけじゃない。ということでですね、ぜひまたみつかコーチにいろいろ教わっていきたいと思いますので、うたらんチャンネルのチャンネル登録、そしてみつかくんのインスタグラムなど、ホームページなど、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。またね。またね。